皆さんは窓を描くとき、実物をよく観察して見えた線をすべて正確に描こうとしていませんか？実はそれがスケッチが垢抜けない一番の原因なんです。ここで一つ誤解を解いておきましょう。プロの漫画家やイラストレーターが描く窓は細部まで描き込まれていて美しいですよね。でもあれはスケッチで真似してはいけません。なぜなら彼らは時間をかけて一枚の完璧な作品を作ることが目的だからです。一方私たちがやろうとしているのはスケッチです。限られた時間で全体の空気を切り取る。ここで精密画の真似をして窓だけガチガチに描くとどうなるか。窓だけ浮いて全体のバランスが崩壊してしまいます。スケッチにおいてはあえて雑に描く、情報を減らすことこそが全体のクオリティを高める高度な技術なんです。今日はスケッチに特化した窓の描き方の省略法を徹底解説します。テクニックの前にまず物理的な構造を整理しましょう。なぜ初心者の描く窓はどこか平面的でリアルに見えないのか。それは壁と窓の間に必ず存在する段差を無視しているからです。どんな窓でも雨水が入らないように、あるいは構造上の理由からガラス面は壁の表面よりも奥に配置されていることが多いです。つまり壁の面とガラスの面は同一平面上にあることは少ないです。ほぼ必ずと言っていいほど前後のズレがあります。ズレがあるということはそこに必ず影が落ち、側面、厚みが見えるということです。リアルに見えないのはこの側面を描かずに四角い枠線だけを描いていて、ただの壁の模様になってしまっているからなんですね。つまり窓をリアルに描くということはガラスそのものを描くことではなく、このわずかな段差を描くことだけなんです。ここででも引き違い窓とか上げ下げ窓とか種類がいっぱいあって描き分けられない、そう思うかもしれません。でも安心してください。スケッチにおいてその区別はノイズです。開閉の仕組みがどうであれ、全ての窓は壁に埋め込まれた一つの箱なんです。複雑に考える必要はありません。壁という大きな箱の中に小さな箱が少し奥まって入っている。構造としてはただそれだけなんです。構造を少し理解した上で、ここからは情報の圧縮を行います。スケッチは設計図ではありません。全てを正確に描くのではなく、それっぽく見えるパターンを置く作業なんです。私は窓を描く時にほぼ必ずと言っていいほどやってるのが省略の3つのルールです。まず1つ目、線の優先順位を決めることです。窓の外枠、ここは壁との境界線なので構造的に重要です。しっかり太くかつ3次元的に描きます。しかし窓の中にある細かい仕切り、ここまで立体的に描こうとすると線が密集してごちゃごちゃになってしまいます。なので中の仕切りはあえて2次元的に処理します。中の線においては立体感は無視して単純な2本の線を引き、真ん中に鍵を示すちっちゃい四角をちょこんと描く。これで終わりです。この情報の引き算が絵を見やすくするコツになります。次に描いた枠に説得力を持たせるための影です。ここで使うのが L 字の法則です。光源が左上にあると仮定した場合、窓側の内側と上と左に影が落ちます。この2辺をペンで少し太くなぞるか、ベタ塗りつぶしで L 字を作ってください。たったこれだけで白い紙の上に強烈な奥行きが生まれます。線で厚みを描くだけではなく、影という面を置くことで脳に立体だと認識させるのです。脳は勝手にそこに奥行きがあると補完してくれます。全部描かないで勇気を持ってください。最後にガラス表現。透明感を出そうとして部屋の中のカーテンや家具まで描こうとしていませんか？それはスケッチにおいてはあまりやらない方がいいと思います。ガラスは透明でなく鏡として扱います。広間の窓は外の光を反射して中はほとんど見えません。ざっくりと斜線、ハッチングを 2,3 本入れるだけ。これで十分です。この斜線は傷ではなく光の反射を表す世界共通の記号だと思ってください。はい、いかがでしたでしょうか？窓を描くのではなく窓に見えるパターンを配置する。この意識に変えるだけでスケッチのスピードもクオリティも劇的に上がります。私たちはカメラではなく目の前の景色をそのまま映す必要ないんです。自分が必要だと思う情報だけを選び取り再構築する。それこそが絵を描く行為の醍醐味ではないでしょうか。はい、この動画が少しでも役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。消しゴムでした。